みんな、こんにちはなのだ。ずんだもんなのだ。今日は台湾のニュースを3問、サクッとわかりやすく案内するのだ。その前に豆知識なのだ。台湾って名前は、もともと島全部じゃなくて、今の台南、アビラあたりの一地域を指す呼び名だったのだ。先住民族の言葉、タヨアン、オランダ人が記録して、そこから、タイン、みたいな漢字表記を経て、台湾として定着したとされているのだ。それじゃあ、まずは一押しから行くのだ。米国の関税、積み増しなしで 15% に引き下げ、行政院、なのだ。台湾は東アジアの島で、首都は台北なのだ。先住民の土地にオランダや清、琉球、20世紀の日本統治を経て、1949年に中華民国政府が移ってきた歴史があり、現在は民主的な大統領制なのだ。人口は約2300万人。半導体や電子機器が主力で、ヤジや茶文化も人気なのだ。最近は半導体供給と対中関係が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。米国の関税、積み増しなしで 15% に引き下げ、行政院という記事なのだ。台湾政府は、米国との貿易交渉をワシントンで行い、台湾から米国への輸出品の関税を 20% から 15% に下げる合意を結んだのだ。この 15% は最恵国待遇の上乗せなしで、日本や韓国、EU と同水準なのだ。また、米通商拡張法232条の下で、台湾は世界で初めて半導体や関連製品に最も有利な待遇を得たのだ。これにより、台湾企業が米国で半導体原材料や設備を輸入する際に優遇され、サプライチェーン投資や AI 協力も拡大する見込みなのだ。台湾企業は半導体や電子、AI、エネルギー分野で米国に総額2500億アメリカドルを投資し、政府も同額まで信用保証を行う方針なのだ。これらは数週間以内に署名予定の正式な貿易協定に盛り込まれる予定なのだ。二つ目のニュースなのだ。米副首相、台北は米国の AI 分野での戦略的パートナーを目指すという記事なのだ。台湾の鄭うららくん副行政委員長がワシントンで米国と貿易交渉を行い、台湾の輸出関税を引き下げつつ、米国へのハイテク投資を拡大する合意をまとめたのだ。この合意で、台湾企業は米国で半導体やエネルギー、AI 分野に総額2500億ドルを投資し、そのうち1000億ドルは堆積電がすでに約束済みなのだ。さらに台湾は追加投資を促すため、2500億ドルの信用供与も保証するのだ。米副委員長は、これは産業の移転ではなく、台湾の技術産業を海外に拡張し、米国と AI の戦略的パートナーになるための供給網強力だと強調したのだ。3つ目のニュースなのだ。台湾向け軍事資金23億ドルの法案を可決という記事なのだ。アメリカ下院が台湾向け軍事資金を含む2026年度の安全保障関連歳出法案を可決したのだ。内容は、台湾に対して無償の軍事資金3億ドルと最大20億ドルの融資、保証を行い、台湾海峡での抑止力を強化するものなのだ。また、最大米国機関 AIT に3590万ドル、フィリピンへの軍事資金1億ドルも盛り込まれ、第一列島線全体の安全保障を重視しているのだ。賛成は341票で約8割が支持し、台湾支援が超党派の合意になっていると専門家は評価しているのだ。今後は上院可決と大統領署名で成立するのだ。済んだもん。関税引き下げや2500億ドル投資、米の軍事支援で台湾が AI、半導体で米と戦略連携を強めるなのだ。
にちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。